四谷怪談。田中幸太郎。元禄年間のことであった。四谷左門との町に、お先手組の同心を務めている、神谷又左衛門という者が住んでいた。その又左衛門は、普段目が悪くて、勤めに不自由をするところから、娘のお岩に婿養子をして隠居したいと思っていると。そのお岩は、疱瘡にかかって、顔は皮がむけて渋髪を張ったようになり、右の目に星ができ、髪も縮れて醜い女となった。それは、お岩が21の春のことであった。又左衛門夫婦は、ひどくそれを気にしていたが、そのうちに、又左衛門は病気になって亡くなった。そこで、秋山長右衛門、近藤六郎兵衛などいう、又左衛門の朋輩が相談して、お岩に婿養子をして、又左衛門の跡目を相続させようとしたが、何しろ、お岩が右の姿であるから、養子になろうというものがない。皆が困っていると、下屋の金杉に、小又千の又一、という交際のある男があって、それを知っている者があったので、呼んで相談した。又一は、これは、ちと面倒だが、お礼を奮発してくだされるなら、きっと見つけてきます。と、言って帰って行ったが、間もなく、良い養子を見つけたと言ってきた。それは、伊右衛門という、雪舟の浪人であった。伊右衛門は、又一の口に乗せられて、それではまず屋敷も見、母親になる人にも会ってみようと言って、又一についてお岩の家へ来た。伊右衛門は美男で、その時が31であった。お岩の家では、お岩の母親が出て挨拶したが、お岩は顔を見せなかった。伊右衛門は不思議に思って、そっと又一に、どうしたのでしょう。と言うと、又一は、あいにく、病気だというのですよ。でも大丈夫ですよ。少し気病は良くないが、縫い物が上手で、手もうまいし、人柄は、至極に柔和だし。と言った。伊右衛門は、女房は子孫のためにめとるもので、出かけとして遊ぶものでないから、それほど吟味をするにも及ばない、と思った。この痩せ浪人は、一刻も早く、30両2人、うちの身分になりたかったのであった。双方の話はすぐまとまった。伊右衛門は、手先が器用で大工ができるので、それを結い立てにして、五千手組頭、三宅やじ兵衛を経て、跡目相続を望みで、その年の8月14日に婚礼することになり、同心の株代として、お岩の家を治める、家代金15両を持って、又一に連れられ、その日の夕方に、お岩の家へ移ってきた。お岩の家では、大勢の者が出入りして、婚礼の準備を整えていたので、伊右衛門は、すぐその席に通された。そして、その一方では、近藤六郎兵衛の女房が、お岩を解釈して出てきたが、明るい方を背にするようにして座らした上に、顔も蓮に向けさしてあった。伊右衛門は、又一の言葉によって、お岩は不器量な女であるとは思っていたが、それでも、どんな女だろうと思って、怖いような気持ちで覗いてみた。それは、妖怪のような見た目と見られない、醜い顔の女であった。伊右衛門は、はっと驚いたが、嫌といえば、せっかくの幸運を取り逃すことになるので、良いことに二つはない、と諦めて、そのまま式を済ましてしまった。いよいよ、お岩の婿養子になった伊右衛門は、男は水死、器用で万事に気のつくたちであったから、母親の喜ぶのはもとよりのこと、分けてお岩は、伊右衛門を大事にした。しかし、伊右衛門は、悪女からこうして愛せられることは、苦しかった。苦しいというよりは、
むしろ浅ましかった。それもその当座は、30両二人淵にありついた、という満足のために、それほどにも思わなかったが、1年余りで、お岩の母親が亡くなって、他に頭を押さえるものがなくなってくると、悪女を嫌う、嫌悪の情が燃え上がった。その時、五千手組の与力に、伊藤喜兵衛というものがあった。悪辣な男で、仲間を陥れたり、賄賂を取ったりするので、ひどく皆から嫌われていたが、腕があるので、誰も、これをどうすることもできなかった。その喜兵衛は、本妻をめとらずに、二人の若い妾を置いていたが、その妾の一人の、お花というのが妊娠した。喜兵衛は、50を過ぎていた。喜兵衛は、年取って子供を育てるのも面倒だから、誰かに妾をくれてやろう、と思い出したが、他へやるには、たくさん金をつけてやらなくてはいけないから、誰か、金の入らないものはないか、と考えた挙句、時々、自分の家へ呼んで仕事をさしている、伊右衛門が、要望の悪い女房を嫌っていることを思い出したので、伊右衛門を呼んで、酒を出しながらそのことを話した。お前が引き受けてくれないか、その代わり、一生お前の面倒を見てやるが。伊右衛門は、その女に執着を持っていたから喜んだ。あの化け物と、どうして手を切ったらよいのでしょう。それは、わけはないさ。喜兵衛は伊右衛門に一つの方法を教えた。伊右衛門はそれを教わってから、家を外にして出歩いた。そして、手当たり次第に着物や道具を持ち出したので、すぐ内緒が困ってきた。お岩が仕方なしに、一人置いてあった下女を出したので、伊右衛門の帰らない晩は、一人で夜を明かさなければならなかった。お岩は、伊右衛門を恨むようになった。その時、喜兵衛の家からお岩のもとへ使いが来て、少し会いたいことがあるから夜になってきてくれと言った。お岩は夕方になっても伊右衛門が帰らないので、家を閉めておいて喜兵衛の家へ行った。喜兵衛はすぐ出迎えて、座敷へあげた。あなたをお呼びしたのは、伊右衛門殿のことだが、あれは見かけによらない道楽者で、博打打ちの仲間へ入って、博打は打つ、赤坂の寒冷長屋のびくに狂いはする。その上、この頃は、そのびくにを受け出して、夜も昼も入り浸ってるということだが。第一、博打はご法度だから、これがご頭の耳にでも入ると、追放になることは定まってる。そうなれば、あなたは女房のことだから、夫に引きずられて路頭に迷わなくてはならない。そうなると、神谷家のご淵切り米も、他人の手に取られることになる。私はあなたのご両親とは親しくしていたし、意見もしたいと思うが、私は与力で、支配同然だから少し困る。どうか、あなたが意見をして、博打とびくにをよすようにしてください。お岩は恥ずかしくもあれば、悲しくもあった。お岩は、泣きながら恨みと愚痴を言って帰ってきたが、家は閉まったままで、伊右衛門は帰っていなかった。伊右衛門は、その晩は喜兵衛の家にいて、隣の部屋から喜兵衛とお岩の話を聞いていたのであった。朝になってお岩は、木道の前に座ってお題目を唱えていた。お岩の家は、道練習であった。そこへ伊右衛門が入ってきた。夕べ、帰ってみるといなかったが、全体どこへ行ってたのだ。夫の留守に夜歩きするとはけしからんやつだ。お岩は喜兵衛の家へ行っているのでやましいことがなかった。その上、びくにと博打に家を外にしている夫が、少しくらいの外出を咎め立てするのが、ひどく憎かった。私は、伊藤喜兵衛殿からお使いが参りましたから、上がりました。私が、少し留守したことを、かれこれおっしゃるあなたは、
何をしていらっしゃるのです。私のことをお疑いになるなら、伊藤喜平殿にお聞きください。喜平殿が呼んだにしたところで、家を開けて来いとは言わないだろう。何をバカなことを申す。伊右衛門はお岩に飛びかかって殴りつけた。お岩は泣き叫んだが、誰も止めに来るものもなかった。伊右衛門は、お岩を散々に殴っておいて、外へ出て行った。お岩は、一室に入って、布団を着て寝ていたが、口惜しくてたまらないから、カミソリを取り出して自殺しようとした。しかし、考えてみると、己が死んだ後で、伊右衛門から乱心して死んだ、と言われるのはなおさら悔しいので、カミソリを捨てるなり、気違いのようになって喜兵衛の家へ行った。喜兵衛は、お岩のそうしてくるのを待ち構えているところであった。全体、その様はどうなされた。私は伊右衛門に、散々な目に遭わされました。私は、このことをお頭まで申し出ようと思います。お岩は身を震わして泣いていた。それは伊右衛門殿が重々悪い。あなたのご立腹はもっともだが、夫の訴人を女房がしたでは、結局あなたが悪いことになって、お取り上げにはならない。これは考え直さなければならないが、伊右衛門の道楽は、とてもやみそうにもないし、あなたもそうまでせられては、一緒になってもいられないだろう。私もあなたとは、あなたのお父さんお母さんからの親しい間だし、伊右衛門殿とても、心安くしておるから、どちらをどうとひいきすることもできないが、このままでは、とても面白くいかないだろうから、いっそ二人が別れるがのたまいと思うが、伊右衛門殿は家代金を入れて、民谷の寝台を買い取ってるから、そのまま出すことはできない。ここはあなたから縁を切って、2、3年奉公に出ておれば、あなたはまだ年も相違し、私が引き受けて、いい男を夫に持たしてあげる。お岩は、喜兵衛の言葉に言いくるめられて、伊右衛門が持ち出していった着物を返してもらうことを条件にして、別れることになった。伊右衛門は、初めからそのつもりで七にも入れずに、知人の家に隠してあったお岩の着物を持ってきて、うまうまとお岩を離縁したのであった。お岩はそこで喜兵衛に口を聞いてもらって、四谷塩町に丁目にいる、上売りの又兵衛というのを請け人に頼んで、三番町の小心な御家人の家へ、物縫い奉公に住み込んだ。そうしてお岩を民谷家から出した喜兵衛は、早速お花を伊右衛門にやることにしたが、仲人なしではいけないので、伊右衛門に言いつけて、近藤六郎兵衛に仲人を頼ました。六郎兵衛は女房がお岩の金親になっている上に、平尾喜兵衛を心よからず思っているので断った。伊右衛門は仕方なしに、秋山長右衛門のもとへ行って長右衛門に頼み、7月18日が日が良いというので、その晩に、お花とうちわの婚礼をした。その婚礼の席には、秋山長右衛門夫妻、近藤六郎兵衛がいたが、酒盛りになったところで、伊右衛門の購買、今井陣右衛門、水谷正右衛門、静め久左衛門の3人が押しかけてきた。そして、酒の座が乱れかけたところで、行灯のそばから一尺くらいの赤い蛇が出てきた。伊右衛門は驚いて火箸で庭へ跳ね落としたが、いつの間にかまた上がってきて行灯の旗を羽うた。伊右衛門は、またそれを火箸に挟んで、裏の藪へ持って行って捨てたが、朝ぼらけになって皆が帰りかけたところで、天井から、また、赤い蛇が落ちてきた。伊右衛門は、なんだかお岩の怨念のような気がして、気持ちが悪かった。伊右衛門はやけに、その蛇の胴中をむずと掴んで、裏の藪へ持って行って捨てた。物縫い奉公に住み込んだお岩は、伊右衛門のことを思い出さないこともないが、それでも心は軽かった。ある日お岩が勝手の庭にいると、
タバコ屋のモスケという刻みタバコを売る男が入ってきた。このモスケは、お岩の家へも商いに来ていたので、お岩とも親しかった。民谷のお嬢様でございますか。この辺りにいらっしゃると聞いておりましたが、こちら様でございますか。いかがでございます。左門殿町の方へも時々いらっしゃいますか。私は、もう、道楽者の夫とは、縁を切って、こちら様のご厄介になっておるから、言ったこともないが、さすがのびくにも、あの道楽者には困っておりましょうよ。おや、お嬢様は、何もご存じないと見えますね。伊右衛門様は、伊藤喜兵衛様のお妾の、お花さんをご妻室になされておりますよ。それはほんとかい。ほんとでございますとも、それも人の噂では。喜兵衛様のお妾のお花と、伊右衛門様を一緒にするために、喜兵衛様、長右衛門様、伊右衛門様の三人がグルになって、伊右衛門様に道楽者の真似をさして、それでお嬢様をお出しになったということでございます。そうか、そうであったか、そういえば、読めた。鬼、下道。お岩の目はみるみるつり上がった。顔の皮がむけて、渋髪色をした、目の悪い髪の毛の縮れた、醜い女の形相は、夜叉のようになった。モスケは驚いて逃げ出した。お岩の、炎の出ているような口からは、伊右衛門、喜兵衛、お花、長右衛門の名がキレキレに出た。お岩の購買の下女たちは、お岩をなだめようとしたが、お岩の耳には入らなかった。つてろくという、そこの若侍が捕まえようとすると、己も伊右衛門に加担するか。と言って、その若侍を投げ飛ばした後に、台所へ行って、台所用具を手当たり次第に投げ出してから、狂い出た。御家人の家ではそのままにしておけないので、大勢で追っかけさしたが、どこへ行ったのか姿を見失ってしまった。そして、辻の番人に聞いて歩いていると、25、6の女が、髪を振り乱しながら、四谷帝の外へ走って行くのを見た。というところがあったので、またその方を探したが、とうとうわからなかった。お岩が、奉公先を狂い出て行方のわからなくなったことは、伊右衛門たちの方へも聞こえてきた。伊右衛門はそれを聞くと、その当座は薄気味が悪かったが、結局邪魔者がいなくなったので安心した。翌年の4月になって、女房のお花は女の子供を産んだ。それは、喜兵衛の子供であるのは言うまでもない。伊右衛門の家はそれから平穏で、お花は続いて3人の子供を産んだが、その子供の総領になっている、お染というのが14、次の男の子の権八郎というのが13。3番目の鉄之助というのが11、4番目お菊というのが3つになった時。それは7月の18日の夜であったが、伊右衛門はじめ、一家の者が集まって涼んでいると、弦の先に、お岩のような女が姿を現して、伊右衛門、伊右衛門、伊右衛門、と、3声続けて言いながら言ってしまった。伊右衛門は邪気を払うために、家の中で弾の入ってない鉄砲を鳴らした。すると、4番目の女の子がその音に驚いて引きつけ、医者にかけたが治らないで、8月の15日に亡くなった。それから伊右衛門の家には怪異が起こって、お染のもとへ男が来るような気配があったり、夜、目を覚ましてみると、女房の旗に男が寝ていて、消えたりしているうちに、防備の黄昏、3番目の男の子が家の後ろへ行ってみると、前年亡くなっている。4番目の女の子がいて、追ってくれと言った。男の子は恐れて逃げてきたが、それから病気になり、日蓮宗の僧侶に頼んで祈祷などもしてもらったけれども、とうとう治らずに、
その年の9月18日になって死んでしまった。伊右衛門はますます恐れて、雑司ヶ谷の岸母神などへ参詣したが、怪異はどうしても静まらないで、女房が病気になったところへ、4月8日、芝の増上寺の涅槃へ行っていた権八郎が、その夜、霍乱のような病気になって翌日亡くなり、続いて5月27日になって、女房が亡くなった。伊右衛門は、お染に、源五右衛門というのを婿養子にしたところで、その年の6月28日、不意に暴風が起こって雷が鳴り、東の方のひさしを風に吹き取られた。伊右衛門は、仕方なしに屋根へ上がって、王宮の修繕をしようとしたが、足を踏み外して、腰骨を打って動けなくなった上に、耳の鞘を切った傷が腐ってきて、膿が出るので、それにネズミがついて、はじめは1、2匹であったものが、次第に多くなって防ぐことができないので、長筆の中へ入れておくうちに、7月11日になって死んでしまった。神谷の家では、源五右衛門が家督を相続したが、そのうちにお染が病気になった。年は25であったと記録にある。そのお染が亡くなってから源五右衛門は、家についている怪異が恐ろしいので、自分の後へ養子をして別居しようと思っているうちに、屋敷のうちの樹木をむやみに切り出した。源五右衛門は発狂したのであった。それがために、淵を召し離されて民谷家は断絶した。民谷家がこうして断絶する一方、伊藤喜兵衛の家では、喜兵衛が隠居して養子に名跡を継いでいたが、その養子も隠居して、新右衛門というのに名跡を継いだところで、二代目の喜兵衛は、吉原へ通うようになり、そのうちに遊び仲間が殺された罪に巻き添えになって、牢屋に入れられた末に、打ち首になったので、家は取り潰されて、新右衛門府氏は追放になった。そして、一代目の喜兵衛は、乳母の子供の、角助という者の世話になって命をつないでいたが、暮れの28日になって死んでしまった。また、秋山長右衛門の家では、娘のお常が食あたりのようになって亡くなり、続いて女房が亡くなった。その時、民谷源五右衛門の家が断絶になったが、その民谷の登り亭はすぐ隣であったから、長右衛門にお預けとなった。そのうちに長右衛門は、組頭になった。御先手支配の浅野左平は、長右衛門を呼んで、民谷の後を取り立てるように命じたので、長右衛門は総領の小兵衛を跡目にした。すると、自分の跡目を相続する者がないので、お持ちずつ組同心の次男で小三郎という、13になる少年を養子にした。そして、小兵衛が5番入りをして3年目になった時、小兵衛は10人ばかりの友原と一緒に道を歩いていると、年の頃、50ばかりに見える、恐ろしい顔をした女小じがいた。小兵衛と一緒に歩いていた近藤六郎兵衛は、その小じに目をつけて、かの女否人は、神谷又左衛門の娘によく似ている、と言った。すると他の者は、お岩は、あれよりも背も低かったし、お面相も、あれよりよっぽど悪かった、と言った。小兵衛は小さい時から、様々なことを聞かされているので気味悪く思ったが、それから3日目の夕方になって病気になった。長右衛門は驚いて、小兵衛の家の跡目の心配をしていると、6日目の夕方から、長右衛門自身が病気になって8日目に亡くなり、続いて、小兵衛が10日目になって亡くなったので、民谷家はまた断絶した。小三郎は、養父の二七日の日になって法事をしたところで、翌朝六度気分になって勝手に火を焚く者があった。それは50ばかりの女であった。小三郎は不思議に思って声をかけると、そのまま消えてしまった。その怪しい女の姿は、翌朝、
またいろりの旗に見えた。その時、小三郎はまだ眠っていたので、小三郎の父の家からつけてある、十左衛門という下男が見つけた。小三郎は起きて、その話を聞いて縁の下を調べたが、黒猫が一ついたばかりで別に不思議もなかった。しかし、怪異が気になるので、大般若経などを読んでもらったりしているうちに、これも病気になって亡くなったので、秋山家も断絶した。そして、秋山と民谷の建物が取り壊しになったので、左門戸の化け物屋敷といって、物好きが群衆した。